皆さんこんにちは。久しぶりにもう一回 POB ガレージにいますね。俺の RX7 愛してる FC ですね。でパパがいろんなもの買ったり、あれとかはまだ秘密なんだけど、一昨日かな、ちょうど86このパンダトレーノの色を見てちょっとびっくりしたね。もう本当に思ったよりすごいいい感じにできて、もうビビドさん本当にありがとうね。本当に感謝してます。でもそれでエンジンとかまだ見てないんだけど、もうほとんど今週ぐらいにできてるから、車の中とか全部終わらせないとダメなので、今さっき見たんだけど、全部車の中にあったパーツを整理して、あそこ俺が作ったこのキャビネットとかにいっぱいパーツがあるので、それ今ちょっと整理して、で今日さっき店まで行っていろんなものを買ったんだけど、今日すごい天気が悪くて雷とかで中でやるんだけど、久しぶりに86プロジェクト楽しみなので、皆さんもね見ててくれてありがとうね。ではちょっともうちょっと整理して、それで中身にちょっとやりたいことにしたいと思います。今車の中全体掃除機かけて、次にやりたいのはこういう毛みたいなものを今ちょっと削ってみたいと思いますね。これ本当に猫の毛みたいで本当に好きじゃないから、今これを全部取ります。今ブラッシングやって、それで今掃除機かけたらめっちゃ綺麗になりましたね。で本当にやりたいのは、今日はちょっと無理かもしれないんだけど、今日はこれ買いましたね。グロスホワイト、外と同じ色で中もペンキしたいんだけど、今日は結構雨がすごくて、この中でオーバースプレーが多分すごくなるので、フェラーリとか FC とか箱スカにペンキつけたくないから、今日は多分ここまでやるんだけど、もうちょっとこっちでさっきパーツとか整理してて、まだ知らないものいっぱいあるよね。でもこれはガスペダルですね。アクセルのペダル。これはボネット。これはドア、多分ドアのゴム。この中に全部整理してあったのは、このシートベルトもあるし、あといろんなボルトとかあるんだけど、ここにもいっぱいあるし、これがダッシュの下のベントですね。でこれが後ろの方のパネルで、これが知らないボルトとかですね。でこれも知らないし、これがジャックですね。これが後ろのパネル、これも後ろのパネル、あれがフィルと前のシートベルトですね。でいろんな、こっちさっき言ったんだけど、こっちにもパーツがすごいいっぱいあるので、ちょっと整理しないとダメですね。でこれが全部売り物のパーツ。これも 4AG の16バルブですね。それ多分もう一個あるし、ここにも内装のパーツもいっぱいあるし、そっか、これとかも入れないと、ブレーキブースター全部これも忘れてた。これが後期用のバンパーブラケットですね。後ろこれ買いたい人がいたら教えてくださいね。で昔のボネットヘッダーもあるし、これが FC と86のパーツも入ってるし、これも86のパーツだし、これも86のパーツだし、これも86の
ヒーターコアとエアコンですねとブロワーですね。で FC で86のラジエーターですね。すごいね、こうやって見るとパーツが。で最後に、最後ではないんだけど、今日は中身終わったから今日はダッシュやりたいですね。この前にシルビアとかやったから、今回は結構簡単に、簡単とは言わないんだけど、結構できる、いい感じにできると思いますね。シルビアもやったし、これはそんなに難しそうには見えないから、今これからちょっと始めましょうね。今さっき見たのはこういうドレムルツールですね。ロータリーツールっていうかな、日本語では。これを使ってここ開いてた傷とかを全部こうやってもっと深く開けて、こういう感じにね。でこれからさっき買ってきたのは、昔はこういうものボンド使ってたパテ。でも今回は使いたいのはボンドガラスというもの。シルビアでもやったんだけど、この中にファイバーグラスが入ってて、もっと強くてなんかいい感じにできてたから、次からこれ使いたいと思いますね。では今からちょっとアルコールで拭いて、それでこれを一回アルコールで拭いて、それでこのボンドガラスを入れて、そこから行きましょうね。多分30分ぐらい待って、今結構硬くなったので、これからサンディングしますね。これで全部一回ほとんど全部取って、それでもう一回パテがこのボンドガラスを上に乗せて、それを何回かやって完璧になったらペンキですね。あちゃんが大学から帰ってきて嬉しいね。ほら、フォーラナがあるって嬉しいことです。早速本人がもう自分の会社の86のあちゃんお疲れ。いい匂いしてるこの中。やっぱり早速こう車の作業続けたい。あちゃん一生懸命今日朝早く起きて、さっきから頑張って中をきれいにしている。そして、これから中をペンキしたい。そしてワイヤーをきれいにこうまとめたいっていうのは、ルームというのかな、ほらきれいにするためで、あと中を白塗りたい。あっちゃんはね、カーペットがねあっちに買ってあるんだけど、カーペット派じゃないんで、中を白自分で塗って、シート入れてそのままの仕上げたいんだよね。ここまで来たらカーペットなしだよ。カーペットなし。ここまで来たらカーペットなしのパターンが多いよね。好きじゃない人も多いんだろうと思うんだけど、なんかいいんだよね。かっこいいよね。ロールケーキ入れたらカーペットないよ。ロールケーキ、そういうことですよね。いいポイントじゃない。じゃあ今ダッシュの修理中です。気に入ってもらったのかな、聞いてみよう。いやお、ダッシュはどんな感じ？始まったばか。あら、でもさっき割れてたところを
ファイバーグラスだよね。ファイバーグラスが一番いいの、やっぱり。俺一番好き。やりやすい。こういうのはマスクつけなくていいんだったっけ？マスクした方がいいんだよねって、力森のお姉さんも言ってたよ。でも、綺麗じゃない？いい感じです。いい感じ。あっちゃん、車を見て、初めて天気が終わって生で見てどう思った？びっくりだったよ。かっこいい？やっぱり。思ったよりよくできてた。思ったよりよくできてたね。ビビドゥはね、すごい頑張ってくれたんで。明日エンジン見に行こう。アイベンのところで。そして車持ってきたいんだよね。そのために今、ダッシュと全てを仕上げて、アイベンのところに持っていけるようにね。そうだよ。なるほど、なるほど。じゃあ、邪魔しているんだよね。ごめんね。あっちゃん、手で、ほら、マシンがあるんじゃない？その三段が。あるよね。ほら。なんで使ってないの？なんで使ってないですか？はい、ごめん。もっといいサンディングブロックあった？ないんだけど、そういうふうに、それ80？ 80ならもうちょっと早くなったんだよね。ちょっとね。手でやってもいいんだけど、最初はやっぱり80ぐらいからいかないと。でも、見えてきてるよね。ほら、こういうところが元のダッシュにひびが入った。いい感じじゃないですか、あっちゃん。ね。楽しい？こういう作業。楽しくないんだけど。楽しくない？終わったら楽しいんだけど、やってる間は。それが後でいつか気づくかもしれない。これが一番楽しい時間だよ。できてから次は何をするのかっていう話になるのよ。ドライブ。必ず。ドライブはな。でも車のいじりとかはするのが楽しいでしょ？楽しい。ね。なかなかいい感じだよ。ね。すごい。こっちから見るとすごいいい感じ。あと細かいところか。こういうのね。でもいい感じだよね。あとこういうところはどうしても出てくるもんね。それをもう一回足して削れば2回でいけるのかな？もしかしたら。かな？あっちゃん、スペシャルゲストが来たよ。あっちゃん会いに。寂しくて会いたくて。スカイ、あっちゃんだよ、あっちゃん。It's あっちゃん。あっちゃんが帰ってきて嬉しいんだよね。ね、遊びたい。今あっちゃんは忙しいんだよ。仕事で、ほら。ね、忙しいあっちゃん。ね、だから後で遊べるんじゃない？ね、あっちゃん。ね。スカイが寂しいんだよ。遊びたいんだよ。無理だね。結構サンディングともう一回ボンドガラスつけていい感じだったんだけど、ちょっと細かいところとか穴があって、このスポットパテーでちょっと穴を塞いで、それでこれをもう一回サンディングして、それで100% だったら次はペンキですね。今はパテ、ファイバーグラス、作ってる。おー、なかなか綺麗じゃないですか。ボンドも使ってるのかな、もしかして。パテだけ、このファイバーグラス、ファルピンの匂いだよね、バリバリ。頭痛くない？いい匂いんだけどね、多分体によろしくないと思う。なんとなく。ナイス。ファイバーグラスよりあっちの方が細かくない？ボンドの方が。本当？こういうほら小さな穴とか。でもいい感じだよね。スポットボンドみたいなのなんかあるんじゃない？だからスポットパテを使った。
あ、そうなんだ。その赤いのはね。うん。ナイスだよ。ナイス。次の朝で、まあ、昨日の続きで、今日はサンディングだけですね。昨日最後にワンコートもう一回やって、まあ 100% にはできてないんだけど、全然前と比べたらマシなので、これからちょっと、今雨降ってないし、ちっちゃい穴をこれでフィラーでちょっとやってみて、それでまあどのぐらいボコボコしてるのかちょっと見てみて、それでまあいい感じだったら、この SEM のこの同じ青い色でペンキしたいと思うんだけど、これやって結構ダメだったらもう一回サンディングして、それでもう一回その上にこのボンドガラスをもう一回使いたいと思いますので、ちょっと綺麗にしてそれでペンキしましょうね。今ダッシュがちょっと乾いてる間に、今ちょうど中をもっと綺麗にしてて、いろんなものを取ったり、ワイヤーをボディから取って全部一応アルコールで拭いて、今からマスキング始めるね。これはオーバースプレーが本当に欲しくないので、これからマスキングして、それでペンキですね。ここの後ろも今綺麗にして、こういうゴムとかを全部取って、楽しみですね。タムズアップですね。今からペンキ始めますね。さっきここ前の方ペンキしてちょっとね黄色くなったりで、そんなにうまくできてないから、今ちょっと店に行ってこれローラーとこの白いペンキ買って、でブラシも買って、で一応ボンネットの下も黒く塗りたいところがあるから、これとまあブラシ何個かを買って、これからもう一回始めましょうね。今これどのぐらいだろう、3時間ぐらいかけて真っ白、全然ローラーの方が綺麗になりましたね。
もう固まってちょうどいい感じですね。わあ、見てみてください。これもう新品のようですね。まあ、こうやって細かく見ると錆びてるとこからちょっと見えるんだけど、意外といい感じで、もう手も本当にもう家のペンキやってるみたいにすごい汚いんだけど、もう背中もずっと腰がずっとこう曲がっててちょっと痛いから、もう今日はここで終わりなんだけど、明日からもう一回エンジンルームもオーバースプレーとかが多いから黒いペンキ買って、それを明日ローラーでちょっとやりましょうね。